お返しいたします。相手は三河以来の大臣旗本の若様。それを断るのか？はい。おば様からのせっかくのご縁談にございますが、私生涯の伴侶は自分で探すと決めておりますので。だがな、香織、亀の甲より年の甲と申してな。お父上、私がお嫁に行くとどうなるとお思いですか？墓なんで首をくくる男でも現れるのか？そんな殿子はおりません。私はお父上のお世話する者がいなくなるのを心配しているんです。もう。おい、香織。嫁に行くな、まだまだ早い。大臣旗本でも世間知らずの若様。香織も目が高いじゃないか。なあ。ただいま戻りました。婚姻様、婚姻様。待ってください。お役人様、怖い。お役人様、私はお徳様を殺してはおりません。黙れ込め。いるお前を見た者がいるんだ。本当です。おさよ。さあ来い。お父っつぁんは人殺しなんかじゃない。信じてくれよ。お役人様、お父っつぁんが人殺しなんて嘘です。信じてくれよ。お奉行様、そういつもいつも顔さんに見つかったら足が光るのに。よい、お前には迷惑はかけん。せめて一杯すきやがしのそば屋で四半時だ。頼む。本当ですかい？ああ、必ず戻る。約束だ。仕方がいいね。すまんな、よへ。恩に切るぞ。お早いよ帰りを。駆け込み訴えか。お侍様。いかに駆け込みであっても直訴はご法度。訴えたそなたも罪を問われ牢に入れられるが、それでもよいのか？はい。そうか。お侍様、お奉行所に関わりのある方でございますか？まあそうだが、そなた名前は？さよと申します。おさよか。で、何を訴えたいのだ？お父っつぁんは人なんて殺していません。お役人様の取り違いです。お奉行所は間違っているんです。おさよ、訴えは私が聞かせてもらうよ。誰だ？よへい、私だ。こりゃまたお早いお帰りで。おみえ。入りなさい。それでおさよ、父親はいつ誰を殺したと言われてるんだい5日前の夜、柳橋に住む金貸しのおとき様。父親の名前と仕事は？彦兵衛と申しまして、行商の小間物屋です。で、
町奉行所はおとき殺しの下手人として駒物屋彦兵衛を取り違えて捕らえたのか。はい。お時様は昔語りにあって無一文になったお父っつぁんを助けてくれた恩人です。お父っつぁんが殺すはずはないんです。お願いでございます。私は牢屋に入れられてもどうなっても構いません。ですからどうか事件を調べ直してください。お願いです。大輔、駒物屋彦兵衛の一件どうなっていた。は6日前定町回り同心島田鉄之助に捕獲され吟味与力笠原様扱いとなり、ただいま大番屋で吟味を受けております。6日前に捕らえられまだ吟味を受けているとなると、駒物屋彦兵衛おとき殺しを認めず無実だと言い張っておりますが、下手人に相違なく白状するのは間もなく、わざわざのお出ましご無用かと存じます。だがな笠原、お言葉ではございますが、お奉行、吟味中の口出しはいかがなものかと。笹倉様、黙れ池田。若輩者のお主には分からんだろうが、町奉行所が守るべきは権威と規律。それを守らぬは何者であっても許されんのだ。笹倉、吟味中の奉行の口出し、町奉行所の規律と権威を貶めるというのかい。はい。我ら与力同心、町奉行所のご意向を背に日夜役目に励み、町人どもの信頼を得ております。ですがそれを覆されるとなると、町人どもは我らを侮り、信頼は失せ、やがては町奉行所のご意向をないがしろにするのは必要。なるほど。笹倉の申すことはいちいちもっとも。だが人の命に関わる事件の真相を突き止めるのはより大切。違うか。お言葉ではございますが、お奉行には我らを信頼していただくほかございません。大番屋は調べ番屋とも言われ、犯罪容疑者や関係者を調べるところであり、天馬町牢屋敷に入牢が決まるまでの留置場で、江戸府内には茅場町をはじめ7カ所にあったとされる。どうだ彦兵衛、おとぎ殺し認める気になったか。お役人様、何度も申し上げたように私はお時様を殺してはおりません。本当です。信じてください。加減にしろ。彦兵衛、てめえがおときの家から逃げたの女中の方面が見てるんだ。ですから私が行った時にはもうお時様は殺されていて。それは恐ろしくなって。なめたこと抜かすんじゃない。彦兵衛、てめえが借りた25両の返済に困っておときを殺し、借用証文を奪って逃げた。とぼけたって分かってんだよ、野郎。お時はここで殺されていたそうです。大輔、女中の梅が湯屋から帰ってきた時、お時に息はあったのか。いいえ、背中を突き刺されすでに息を引き取っていたそうにございます。お時を刺した刃物はなかったそうです。では彦兵衛が持っていたのか。いえ、彦兵衛は所持しておらず覚えもないと。島田の吟味では刃物はどうなっているのだ。彦兵衛が逃げる途中に捨てたと。なるほど。で奪われたものは金と貸した金子の借用証文か。タヌキか。吐き込め。
てめえがおときを殺したんだ。私はおとき様を殺しておりません。この野郎！お侍様、お父っつぁん、あの大番屋でまだ吟味を。そうですか。そういえば殺されたおときは彦兵衛の恩人だったな。お父っつぁんは昔上等な品物を揃えた小さな小物屋を浅草に構えていて、おとき様はその頃からのごひいき様です。その店は語り物に騙し取られたのか。はい、お店も品物も何もかも。町奉行には訴えたかい？もちろんです。でもお役人は何もしてくれませんでした。結局お父っつぁんは無一文にされて、その時おとき様がお金を用立ててくれて、お父っつぁんは行商の小物屋を始めたのです。恩人か。お父っつぁん、語り物に無一文にされて、今度は人殺しにされて、ひどすぎます。私、お奉行所を恨みます。そいつが本当ならむげえ話だ。運の悪い者はどこまで行っても救われる。だから早く抜け出したい一心で、もっと運の悪い者や他人を騙し悪事を働いてしまう時もあるか。縁談お断りになったんですか？ええ、もちろん。そうですか。断ったんですか。あら、いけなかったのかしら？いけないなんて、そんな私の知るところではありませんので。それはそうよね。ええ。ああ、桜の花びら。そうだ、大輔さん、お花見行きましょうよ。はい。いいねいいね。花見で一杯。お父上、お奉行、どちらにおいでだったのですか？ちょいとな。で花見はいつだ？知りません、そんなこと。女中のお梅が覚えているお時から金を借りていた者たちの名前にございます。この土屋京之介というのは？お時がその昔乳母として父を与えた旗本土屋監物様のご子息にございます。土屋監物、旗奉行の土屋殿か？はい、京之介は三男で部屋住みです。その京之介がお時から金を借りていった。京之介様。
めでてえ話だな。長い部屋住み暮らしともさらばして本田家ご息女の婿養子とは。てめえらには関わりねえだろ。京之介、たとえ本田家の婿になったところでゆすりたがりに女に博打、悪行は消えやしねえ。俺にどうしろと言うんだ。今まで通りの悪仲間、地獄の底まで一緒だってことよ。岩崎、俺を金づるにする気か。ああ、さもなければ恐れながらと本田家に駆け込むぜ。みんな大事な金づるだ。手加減しろよ。おら、立てよ、京之介。おら。一杯飲ませてくれたら片付けてやるよ。お待ちどうさま。約束だ。好きなだけ飲んでくれ。ああ、それにしても婿養子とは羨ましい話だ。やっと巡ってきた玉の腰だ。それなのにあんな奴らに食い物にされてたまるか。そりゃそうだ。ガキの頃から嫡男の兄貴に何かあった時の身代わり。長い惨めな部屋住み暮らし。そして兄貴にガキができたら邪魔なだけの厄介者。俺は何だ。何のために生まれ生きてきたんだ。俺はもう誰にも遠慮せず俺自身のために生きてやる。そうか。だがな、辛い思いをしているのはお前さんだけじゃない。皆ささやかな幸せを願って懸命に生きてるんだ。うるせえ。てめえに何がわかる。離せ。甘えるのもいい加減にするんだな。もう一枚だ。おい。彦兵衛、お前がおときをやったんだな。やりました。私がおとき様を殺しました。婿養子話にございますか。そいつが絡んでいるかもしれない。京之介に張り付いてみるのだ。心得ました。お奉行。何用だ。小間物や彦兵衛、おとき殺しを白状したそうです。白状した。はい。彦兵衛はおときに借金の返済を待ってくれるよう頼みに行き、断られて争いとなり殺したと。で彦兵衛はどうした。裁きを申し渡すまでは天満町の牢屋敷に送るそうです。お父さんよ。
信よ。大岡一年の神様がお見えにございます。大岡様が。これは大岡様。石出、夜分すまらん。いえ、して大岡様には何か急なご用でも。今日牢屋敷送りになった小間物屋彦兵衛、どうした？彦兵衛、落ち着け。私はおさよの知り合いだ。おさよの？あ、だから安心して横になってるがいい。彦兵衛、おとき殺しを白状したそうだが、まこと手にかけたのか？正直に話してくれ。私は体温あるおとき様を殺しちゃおりません。ですがあまりに厳しいお調べに耐えきれず、早く楽になりたくて。嘘を白状したか？白状して口書きに爪印を押した以上、私は同犯人で死罪。おさよに迷惑をかけてすまないと。ところで彦兵衛、おときから土屋京之介という名を聞かなかったが、旗本の部屋住みでおときと関わりがある。おとき様が呆れていたことがございました。呆れていた？ご先祖は権現様から拝領した大事な家宝を平気で借金の形にする旗本の部屋住みがいると、葵の御門の印籠を見せてくれたことがございました。どうした虎蔵？どうした虎蔵？しっかりしろ！虎蔵！お医者だ！お医者を呼んでくれ！虎蔵！おい！何事だ？無宿人虎蔵が持病の発作で。虎蔵！おい！虎蔵！しっかりするんだ！お待たせしました。土屋京之介です。初めてお目にかかる笠原家門です。おかみ、熱いのを頼む。はい、すぐにお持ちいたします。笠原殿、おとき殺しどうなりました？おとき殺し？ええ、おときは私の乳母でしてね。さようでしたか。おとき殺しは彦兵衛と申す行商の小間物屋が白状して一件落着ですよ。そうですか。一件落着ですか。そいつはよかった。さすがは笠原殿ですな。いえいえ。して京之介殿、ご用とは？それなのですが、笠原殿は柳原に出没する辻斬り強盗、本所につく山崎伝八郎と申す浪人どもの仕業、早々にお縄にされるがよい。柳原の辻斬り強盗、まことにござるか？ええ。おときを殺した下手人を捕まえてくれたささやかなお礼、
おとき殺しについて手柄を立てるのですな。そいつはありがたい。お父上の土屋剣持様はご公儀ご住職何分吉野に。お上くれぐれも失礼のないようにな。かしこまりました。笠原家紋が京之介と。はい。ひょっとして笠原様、我らの動きを。それはあるまいが。申し上げます。どうした。ただいま牢屋奉行石出立脇様より火急の知らせが届きましてございます。石出から。小物や彦兵衛真の像の発作を起こし、今朝早く病人だまりで息を引き取ったとある。まことにございますか。ああ。大輔、急ぎ牢屋敷へ参り彦兵衛の死体を改めよ。心得ました。お奉行、ではおとき殺しの一件は。しばらく様子を見るしかあるまい。お父っつぁんに会わせてください。お願いです、早くでしょ。お願いです。お父っつぁん、お父っつぁん、お願いです。お父っつ彦兵衛は気の毒なことをした。お侍様。さよ、今こそ駆け込み訴えをするのだ。駆け込み訴え。お入りなさい。かっこみ土屋殿。おお、これは越前殿。東照神君家康公拝領の印籠。さよう。土屋殿もご先祖様が拝領されていると伺いましたが、印籠はお屋敷に？もちろん土屋家家宝として奥深く。越前殿、東照神君様拝領の印籠が何か？恐れ多くも借金の方として町方に出回ったとか。なんと。土屋殿、たとえ今は無事手元に戻っていたとしても、借金の方にした罪は軽からず。不埒者を放置かくまう限り、お家は軽く没収の上を取り潰し。土屋殿、評定所扱いになる前に禍根は断つのが定さ。
お主いつぞやの土屋家を勘当されたか。何者だ。大岡忠相。越前。越前。何しかと今起きる今ではないわ。池田、土屋京之介殿をお縄にしたのはまことか。はい。何の疑いだ。金貸しのおとき殺しです。バカな。おとき殺しなら小間物や彦兵衛が白状したぞ。彦兵衛は病死、そして京之介が下手人だと駆け込み訴えがあった限り立件は落着しておりません。駆け込み訴え。はい。だが京之介殿は旗奉行土屋剣持様のご子息、我ら町奉行所の支配違いの旗本。慌てるな笠原。京之介はすでに土屋家を勘当追放された身。遠慮は無用。勘当。おとき殺しの吟味をいたす。南町奉行大岡越前の神様ご出動。一同の者面を上げよう。お侍様。さて小間物や彦兵衛娘さよ。はい。その方大黒屋隠居時殺害の下手人は父親彦兵衛ではなくそこなる土屋京之介だと駆け込み訴えをいたしたがそういないな。死んだお父っつぁんがそう言っていました。黙れ。偽りを申すな。控え。土屋京之介。おさよ。彦兵衛はどう申していたのだ。はい。土屋京之介様が権現様からいただいた印籠を型にお時様からお金を借りたことがあって、それが露見するとまずいので口封じでお時様を殺したんだと。おさよ。しかとそういないな。はい。間違いございません。京之介、ただいまのおさよの証言認めるかな。証拠があるのか。俺がお時を殺した証拠はあるのか。この差し料その方のものに間違いないな。だったらどうだと申すのだ。この差し料ご公儀研ぎ師によれば刃に拭いをかけて血は拭き取っているが人の油は拭い取られておらぬと。その油がお時のものだとどうしてわかる。ならば誰の油、誰を指したのだ。それは知らぬ。そんなことは知らぬ。
土屋、その方に本田飛騨の神様のご息女の婿養子になる話が持ち上がった。だが婿養子話を成就させるには東照神君家康公拝領の印籠を借金の型にした悪行を暴露されてはならない。そこで一切を葬り隠すため逃げるおときを背後から刺し殺した。たまれ越前、その当てすりをどこに証拠がある？証拠？そうだ、証拠だ。ならば証人をこれに。証人だと？血迷うたか越前、狸の置物が証人だと申そうか。さよう。この狸どこにいたか覚えているか？おときが殺されていた今の次の間、そして死の間際のおときが最後の力を振り絞って指さしていた相手。つまりこの狸はおときが殺されるのを見ていた唯一の証人。その手の通い帳をこれに。はっ。おときはこの通い帳に金子を貸した相手の名と金額、その方と理由を子細に書き記してあった。それによると土屋京之介、やめろ。その方、やめろ京之介殿。土屋京之介、その方が大黒屋隠居おときを殺したのはもはや明白。そうだ、俺がおときを殺した。俺は本田家の婿養子になりたかった。邪魔者扱いの部屋攻めはもう嫌だ。惨めな部屋攻めはもうたくさんだったんだ。だからと申して人を殺してよいわけはない。おのれ越前、はがった京之介、信楽焼の狸の通い帳はもとより信楽焼と心得。土屋京之介、裁きは五国軍を仕渡す。引き立て。さておさよ。はい。これで父親小間物や彦兵衛の無実は明らかですがお奉行様、お父っつぁんは死にました。悪いことを何もしていないのにお役人に責められて死んだのです。今無実が明らかになってもお父っつぁんは生き返りません。彦兵衛をお縄にし、当人はもとよりその方をも苦しめた罪は我ら南町奉行所にある。これはその詫びの印。お父っつぁん、
おさよ。お奉行様のお指図だ。お奉行様の。おさよ、回向院に埋葬されたのは真の像の病で急死した無宿人虎蔵だ。でもどうして？彦兵衛が生きている限り白洲を開いて裁きを申し渡さなければならん。裁きを申し渡せば定めによりおとき殺しは落着。私はそれを恐れて彦兵衛の病死を装い引き延ばしたのだ。悲しませてすまなかった。この通りだ。許してくれ。もったいのうございます。こうして私が助かったのはみんなお奉行様のおかげにございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。彦兵衛、その方の無実は越前の白洲が折り紙をつける。今より誰はばかることなく暮らすがよい。はい。笠原のうかつな取り調べ申し訳ございません。我ら町奉行所は町の衆のために動くのが役目。それを忘れるな。お父上。香りに傭兵か。お弁当を持ってまいりました。ご苦労さどうです？釣れますか、お魚。ん。まあな。小さな体に宇宙の風を受けて眩しい光の中へ。よかったですね、父上。うん。さて弁当食べるか。香り香ってくれ。はい。私がいると番茶ですよ。よい、これは私からのお礼ですよ。礼？結構なおさばきを見せてもらってなんだか気持ちがあったかくなっちまって。その礼か。お嬢様には内緒の番茶。さすがは傭兵だ。天下一の番茶だ。与兵の番茶がどうかしましたか、お父上。お、引いてる引いてる。引いてるぞ。大丈夫。おい、香り。いいのこれは。さあ、頑張れ。さあ、引いて。おい。頑張れ。よし。引いて。まだまだやんだか捨てたもんじゃねえや。上げて。